You've come so far, Survivor. This place was once a vibrant ark, filled with wondrous creatures, before it was contaminated and compromised beyond repair. Long ago, Helena confronted her fellow explorer Rockwell here, when his obsession twisted him beyond humanity and reason. Even Helena could not truly put an end to Rockwell's madness. And he survived here in the shadows all this time, feeding on poison and growing stronger. You have to finish what Helena started. If we are to save Earth, Rockwell must be stopped. If there's anything left of the person that Helena knew, Edmund would want to be stopped. Steel yourself, Survivor, for here terrors await you.はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、アーク最高難易度マップアベレーションについてのご紹介です。アベレーションですね、かなり特殊なマップになっておりまして、なかなか手が出しづらいマップでもあるんですが、本日はですね、攻略であったり、ストーリーではなく、生き残るためのサバイバルに関してを中心としたご紹介となっております。アベレーションなかなか気軽に入ってくることができないマップにもなっておりますし、他のマップと違ってですね、順番にクリアしていくというマップになっております。手は出しづらいですが、面白いマップになっておりますので、ぜひですね、こちらご確認いただきまして、アベレーションのマップ楽しんでいただければと思います。本日ご紹介としてはですね、前半環境について、中盤アイテムやリソースについて、後半生物について順番にご紹介させていただきますので、チャプターでもですね、飛べるようになっておりますので、ご確認いただければと思います。まだアベレーションやったことない人に関してはですね、一通り知識として入れといていただければ、もちろん各所ご紹介していますので、何も知らない状態でされたい方に関してはですね、そっと閉じていただければと思うんですが、なかなか難しいマップでもございますので、あらかじめ知っておきたいっていう方に関してはですね、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、このアベレーションという世界が、なぜこういった特殊なマップになっているのかというお話を簡単にだけしておこうかと思います。アークですね、通常はこのように3本の支柱がアークを支えていることになるんですけども、とあるトライブがですね、このアークから脱出をしようとしてですね、その支柱の1本を破壊してしまいました。そのことによってアークをカバーしているドームが破壊されてしまいまして、ドームのバリアがなくなりました。そのことによってこの宇宙空間のですね、放射能が降り注ぎまして、このように焼け野原となってしまいました。そのことによってですね、かなり宇宙空間からの放射能を浴びてしまいまして、地表は住めない環境となってしまいました。そして各生物はこのように地下に潜っていくことになります。
そしてその放射能であったり環境に適応するために各生物に関しても変種という形で突然変異を起こしました。また各層に分かれてですね、特殊な環境に合わせた生物の誕生、あと放射能によって特殊な生物が湧くようになったのがこのアベレーションという世界になっております。バイオームとしても大きく分かれまして、最初に降り立つことになるこの被翼層、俗に上層と呼ばれるこの地形になっております。こちらの地層に関しては比較的キノコであったり木であったりですね、緑が茂った地域になっております。そして先ほど見ていただいた地表、日中に関しては焼かれた大地になっておりまして、生存することができない地形になっております。そしてこの生物発光層と呼ばれる、特に中層と呼ばれる部分ですね、青く自然発光する生物が群生する地域になっております。そして融解エレメント層、俗に下層と呼ばれる部分になっております。これはさらに深くなった最下層と呼ばれる部分もあるんですが、こちらは放射能というよりは溶けたエレメントになっています。エレメントは固体のみではなく、さらに濃い水溶性のエレメントがありまして、ここに流れているのは水ではなくてエレメントの水になってます。なので入るとダメージ食らったりします。こちらが各4層のバイオームとなっております。危険環境としてなんですが、このように地震が起こります。場所がずらされる部分があるので、結構テームとか建築しているとめんどくさいことになるんですが、いいこともありまして、このように資源が地表から出てきます。普通の石とかもあるんですが、水晶であったりとかですね、後ほどご紹介するジェムであったりが出てきます。運が良ければ金属のピッケルであったり、あとフライムピッケルという特殊なアイテムも地表によっては出てきます。場所によってですね、出てくるものが異なっておりまして、下に進むほどいいものが出てくる部分はあります。続いてですね、地表に関してなんですが、このように日中に関しては火の海になっておりまして、完全に即死ではないんですが、大ダメージを受けますので、生き残ることはできないものになってます。こちらですね、H ボタンを押していただけますと、左上に出てくるように、日数とか昼、夜って今出てると思うんですが、アベレーション季節があります。日数として0からスタートをしまして、50、50、昼と夜の同じ比率の季節と、4がつく日からは3日間、昼が長くなります。90%、10%。7がつく日から3日間が夜が長くなります。昼が 10%、夜が 90%。その時によって昼と夜の長さが変わるというものになります。ここは日数を見ていただいたり、直接ですね、出てきますので、0時で日付が変わります。日数を見ていただくことによって、昼と夜どうなるかっていうところを確認いただくことも可能です。夜になりますと地上に出れるようになりまして、ターミナルがあったりっていうのもあるんですけども、資源もですねあるんですが、ここは後ほどご紹介します。地表にはですねリーパーキングが湧きます。続きましてビオク層に関してですね、このようにキノコが生えてます。この丸いタイプのものは一切問題がないんですけども、こういう赤いキノコも生えてます。キノコ取るとこのようにキノコが取れるわけなんですけども、この赤いキノコの中にですね、このように少し尖って根元が赤いキノコが混ざってます。これに関してですね、近づきますとこのように幻覚を見ているっていう形でものすごい映像になります。この場合ですね、このように酸素が0になります。体力が減っていきます。最初の頃に関してはこれだけでも生き残れない可能性があります。それぞれ対策がありまして、先ほど拾ったキノコなんですが4種類あります。詳しいところは後ほどご紹介させていただきますが、対策の部分だけお話ししておきますと、今の幻覚に関してはこのアガラビックマッシュルームという丸いマッシュルームを食べていただくと右下に出るように縦のマークが出ます。この状態だと幻惑のこのホヤは出るんですけども、幻覚状態にはならないということになります。この盾がついている間ですね、幻覚を受けずに済むということになります。もう一つ、この被翼層に関してですね、このようにガス田があります。たまにこのようにガスが
吹き出します。ガスボール1個出てくるんですけども、これに当たりますと酸素がなくなります。これも同じように酸欠でダメージ食らうことになるんですけども、これに関してはですね、シールドはありません。食らわないように気をつけましょう。続いてですね、生物発光層、中層に関してなんですが、このようにちょっと色分かりづらいかもしれないんですが、青いキノコが生えてます。これも取るとキノコが取れるんですけども、この周りにですね、このように光の粒子が割とあったりするんで分かりづらいかもしれないんですが、胞子が舞っている状態になってます。この場合ですね、通常であれば中層マスクしてない状態でいてもダメージないんですが、胞子が舞っているところに入ってしまうと、このようにですね、冷凍胞子となります。すると視界もこのようになりましてダメージを食らいます。これに関しては寒さになりまして気絶値も上がります。食らいすぎると気絶もしますんで、これも食らってしまうとですね、このままだと死に直結します。これに関しても同じように対策がありまして、このアクアティックマッシュルームというのがあります。これを食べていただきますと、右下のように縦のマークが出まして、この縦が出ている間に関してはこの冷凍胞子ですね、体力は減らないです。冷凍胞子を食らった場合なんですけど、この状態でアクアティックマッシュルーム食べていただいても縦もできるし回復もします。最悪食らってしまった場合ですね、近くにキノコがあると思うので、キノコ拾ってそれでですね回復するとダメージ食らってもですね生き残れるということになりますので、もし食らってしまった場合は先ほどの幻覚キノコもそうなんですが、キノコ見つけて食べるというところで対策をとっていただければと思います。中層から下層の妖怪エレメント層まで来た場合なんですが、このままですね進んでいきますと、下層に入りますとこのように放射能障害っていうのを受けます。ちょっと食らっただけであればですね大丈夫なんですが、行き過ぎるとダメージ食らって死んでしまいます。これに関してはですね、対策としまして放射能いればいるほど蓄積していきます。戻ってもしばらくは食らうんですが、これに関してですね、金のマッシュルーム食べていただくと減ります。4秒ごとに減っていきます。これはシールドはないんですけども、4秒回復することができます。さすがにずっとマッシュルーム食うわけにもいかないので、対策としてはハザード一式を装備していただく。右下にマスクが出ていると思うんですが、この状態で入っていくと放射能エリアのマークはつきますが、ハザードの安全防護がついているので、先ほどの放射能ダメージは受けないということになります。このハザードの防護に関してはですね、先ほどの冷凍胞子なども防ぐことができます。耐火層を攻略しないといけないので、ハザードは必須になってくるということになります。これに関しては耐久力も減っていきます。なのでダメージは食らってないんですが、ハザードの方にダメージが食らっている部分でこの1が出てるんだと思います。ハザードですね、もちろん傷んでいきますんで修理しないといけないですし、攻略する場合はこのハザードですね、いくつか持ってきておかないと壊れてしまいます。何セットか用意して破壊されないように、距離とかに攻撃されてもダメージ食らってしまいますのでご注意いただければと思います。あと一応寒いです。防寒能力が高いのでハザードの場合は大丈夫なんですが、基本的にはアベレーション、ハザードでないと攻略は難しいということになります。ではですね、続いてアイテム関係なんですが、まずは建築の方からご紹介していきます。まずは以前もご紹介したことがある崖用プラットフォームですね。オペレーション結構高低差が大きいマップになっておりますので、このようにですね、ギリギリのところを拡張していくということもできます。石の崖用プラットフォームと金属の崖用プラットフォームと2種類あります。崖の先に建築するようにできてるんですが、場所によってはですね、通常このように設置できない状態ですね。床への設置は不可になっておりまして、このように崖にぶっ刺して使うと。この中心地が当たっている必要があるので、こういう設置はできないです。うまいことを置いていただくと、このように全てを使うことができます。中心地をこの下に刺していただくと。こういう使い方もできます。装飾の部分にはなるんですが、このようにですね、絨毯もあります。ちょっとノーマル色あれなんですが、色塗ることはできますんで、お部屋を飾ることはできます。続いて、木のエレベーターっていうのがあります。木のエレベーターのレールに、木のエレベーターの足場。これ大中小あります。そして、この操作盤っていうのがあります。
レールの上に設置することができます。この3つがワンセットになります。このようにレール伸ばしていただいて、足場つけていただいて、上にこのように操作盤を取り付けると。これ、平地に作ってるんでちょっとあれなんですけど、リフトを上げるってしていただくと、ちょっとずつ上がってきます。一番上まで上げると、長押しでプラットフォームを下ろすっていう形になりまして、途中でもできるんですけど、長押してプラットフォームを落とす。一番下まで降ります。電動の金属のエレベーターほどは自由ではないんですが、例えばですね、高低差があるので、上まで恐竜を上げたりとかですね、使い勝手特殊にはなるんですけども、上げることができます。続きまして、ガスコレクターというものがあります。これはですね、先ほどのガス電ですね。ガスの穴に設置することでガスボールを集めてくれます。こういう状態ですね。これでガスを吹き出してもですね、大丈夫なんですが、インベントリを開いていただくと定期的にガスが溜まるというものになってます。オイルポンプとかと同じようなイメージですね。このようにガスボールが溜まっていくというものになってます。ただしこれに関してはですね、ダメージを食らっていきます。修理はできるんですけども、それぞれ修理しないとそのうち壊れます。ずっと設置しておけるわけではないので、ご注意いただければと思います。続いて、携帯用縄はしごっていうのがあります。修理低い位置に設置できるものになってます。上まで建築していただきつつですね、設置をいただくと、長さに関係なくですね、このように下ろしていくことができます。1個でですね、地面まで伸びます。拾うこともできます。軸もあります。魚を入れてテイムしたり持ち運んだりってなってるんですけども、主にアベレーションの利用としてはですね、あんこをテイムした時に、あんこを持ち運ぶ時に使っていただくとかが実用的な使い方になります。作れるようになればポットでいいんですけどね。続いてツール装備関係になるんですが、まずはこちらのハザード一式ですね。作っていただくという形で仮想への攻略がスタートできるというものになってます。あと、プライヤーっていうのがあるんですけども、通常作業台で制作したものに関しては、修理が作業台でしか行えません。その代わりに修理ができるものとなるんですが、通常の修理に必要な資材よりも多めに資材を消費するという部分はあります。状況に合わせて使っていただくようなものですね。続いて、ブロックスティックがあります。投げていただくと、このように辺りを明るく照らすものになっております。これは拠点明るくしていただいてもいいですし、この様相はいいんですが、中層以降暗くなってますんで、照らすのもいいですし、右クリックを押していただきますと、手持ちで明るくすることもできます。こんな感じですね。さらに右クリックをしていただくと、自分につけることができます。手を開けた状態、他のものを装備している状態でも明かりを照らしてっていうことができるようになります。続いて、クライムピッケル。登れる崖に行きますと、このように青い印が出ます。それでクリックしていただくと、このように登っていくことができます。これですね、地震が起こった場合も、動かなければこのままくっついていけます。ただ、揺れてる時に動いてしまうと落ちます。ご注意いただければと思います。登っている時も耐久力は落ちます。続きまして、チャージランタン。これは補充式になっておりまして、このように充電式バッテリーというものがあります。これも充電式ノードというもので充電することになるんですけども、ここはちょっと後ほどご紹介します。これを装填していただくと充電ができます。これをですね、装備していただきます。このように構えることになるんですが、明かりを照らせます。これは、この場に設置することもできます。起動していただくと、このように明かりを照らす。明るさを強くしたりとかもできます。低輝度、中輝度、高輝度に設置が可能です。あとは、上、下、右、左、角度を変えたりもできます。拠点を照らすとかもできるんですが、主にですね、使うところとしまして、中層以降に関しては、ネームレスというのが湧きます。光に弱いんですが、グロースティックは効きません。これ照らしていただくと、このようにダメージを与えるわけではないんですが、ある程度与え続けますと、まず逃げていきます。設置した状態でも移動していただいて、このようにダメージを与えることもできます。拠点の防御としても使えますし、出かけて採取している時とかの防御にも一応使えます。ダメージを与えているわけではないんですが、逃げていきます。一番便利なアイテムとして、ジップラインアンカーというものがあります。これは通常のクロスボウに設置ができます。
これに関してはですね、まず1箇所打ちまして、赤い時はつけれません。このまま引っ張って緑になっている時であれば、最初の点からこのジップラインアンカーを伸ばすということができます。これに関してはですね、途中からでもできるんですが、このような形でですね、ジップラインアンカーをこのように滑り落ちることができます。高低差があるマップになってますので、こういった使い方ができます。ちなみに自分で貼らなくてもですね、このようにツタが貼っている部分もあるんですが、これもジップラインアンカーと同じ形でですね、ジップラインを使うって出ますので、出たら押していただくとですね、距離感はあるんですが、このように降りていくことができます。途中で降りることもできるんですけど、勢いあればこのように高く飛び上がります。これで上に飛び乗るっていうこともできます。タイミング外すと落ちてしまうっていうことですね。かなり後になるとは思うんですが、このようにジップラインモーターアタッチメントスキンっていうのがあります。これは腰につけるものになっておりまして、このように装着もちゃんとあります。これを装着すると、ジップラインに関してですね、このようにつきます。ガソリンで動くものになるので、ガソリン補充する形ですね。これであれば、登ったり降りたり、自由に動けるようになります。勢いがあれば、このまま降りると飛び乗れるということになります。通常であればこうなってしまいますし、このままだとこういうように飛び乗れるようになります。ただし、飛びすぎないようにご注意いただければと思います。あと間違って途中で降りてしまうと、通常であればダメージを食らうということになります。これに関してですね、対応している生物が2種類います。ラベジャーとゴリラくん。アベレーションではこの編集になるんですけども、まずラベジャーくん。近くに寄ると、このように出てくるが出ます。出てくる出ると、ジャンプボタンを押していただくと乗ります。登っていくと。ダッシュもできます。後ろボタンを押すと反対向きます。特殊ボタンを押すと下に回り込みます。降りるときに関してダッシュすると、このように滑り降りる状態になります。ゴリラくんに関しても同じように出てくる出ますんで、ジャンプボタンでこのように使います。ただし、さっきみたいなもともと下にいますんでね、上に回り込んだりとかはないです。後ろを押すと反対向きに。急いで登ったりもあります。これに関しても滑り降りるっていうのがあります。手切れますけどね、普通だったら。ゴリラでもジップラインは使えます。グライダースーツスキンっていうのがあります。これ胴体つけていただくとこのようになりまして、このようにですね、飛ぶことができます。高低差あるところだと結構飛べます。慣れれば結構な飛行をすることができます。上に登ることはできないので、一応滑空ではあるんでね。ただ割と距離飛べます。これがあると落ちた時にですね、ある程度対応することができます。しくじった時用にですね、こういうパラシュートですね。グライダースーツできるまではパラシュート常備しといていただいた方が何かで落ちた時に助かります。こういう感じでパラシュートで助かるっていうこともあります。以上がアイテム、装備関係のご紹介でした。では続きまして資源についてのご紹介となります。まずはですね、このように普通の木もあるんですが、これは採取することができません。こういう木は採取することができます。でっかいキノコがあるんですけど、これも採取ができます。この心筋キノコっていうのもあるんですが、これに関しては木材と同じものになってます。炉とかに入れて使うこともできますし、木材系の代わりとして使うこともできます。ただし、心筋キノコでないと作れないアイテムっていうのも存在します。続きまして、先ほど設置しましたガスコレクター、インベントリー開いていただくと、このようにガスボールが溜まっていきます。これですね、各素材にももちろん使えるんですが、こちらの化学作業台ですね。こちらで入れていただいて、緑の宝石っていうのが、イオク層の方にですね、このように緑のものがありまして、これ取っていただくと石、水晶、緑の宝石っていうのが取れます。この緑の宝石を入れてですね、起動いただくとですね、このようにガソリンが作れます。ガソリン、通常であれば皮とオイルで作ると思うんですが、オイルがですね、アベレーションの場合かなり獲得が難しいです。地表に出るか下層に降りるかしないとですね、オイルが手に入りません。あとは生物からの確保としてですね、三葉虫であったりとか、糞転がしであったりとかを使っていただいての獲得となりますので、かなりガソリン作るのが結構面倒だったりします。
ガスボールであればですね、意欲層でも確保できますし、緑のジェムと掛け合わせていただければですね、ガソリンが作れますので、意欲層だけで作れるものになります。基本的にアベレーションのガソリンはこっちで作ると思っていただければと思います。ただ、作るのに化学作業台がいるので、結構頑張らないといけないところはありますね。同じ設置物としてこのように各所にノードがあります。チャージノード、充電式発信機になってますね。こちらで一応ですね、各素材を集めていただきますと、エレメントを作ることができます。緑、青、赤ですね。これはそれぞれ上層が緑、中層が青、下層に行くと赤い宝石が確保できます。そしてエレメント鉱石というものがありまして、こちらに関しては後ほどご紹介しますが、地表もしくは下層にあります。これを集めていただくことによってエレメントを作れるというものになってます。もちろん下層まで行かないといけなかったり、地表行かないといけなかったり、あと充電式バッテリーが必要になります。この充電式バッテリーなんですが、こちらの充電式発信機ですね、充電することができます。しばらく置いてになりますし、公式とかであれば、場合によってはですね、そのまま入っている場合があります。その時は交換して自分の持ってったものを入れて充電されているものを持っていくという形で使い回しでですね、使っている場合がありますんで、ただ取るだけっていうのはやめましょう。このバッテリーで電化製品使うことができますので、風力発電機とか使えないですし、ガソリンもなかなか難しかったりするので、比較的バッテリーの用途とかもあったりしますのでね、初期は割と充電式バッテリーを利用することになります。なかなか初期の段階でガソリンは集めづらいものになってますので、そういったところも各アイテムですね、使えるように考えられている部分もありますので、ご活用いただければと思います。続いて先ほどご紹介したマッシュルーム、キノコ各種から取れるものになっているんですけども、こちらに関してそれぞれですね、原膜であったり、冷凍胞子、放射線の対策にもなるんですが、もう一つアサービックマッシュルームというのがあります。黒い方ですね。これに関しては麻酔薬の代わりとなります。ナルコベリーというよりは本当の麻酔薬として強力な効果はあるんですけども、これでですね、麻酔薬作っていくこともできます。これそれぞれですね、4種類の後ほどご紹介する抗原生物にも適用しておりまして、餌としてですね、鉱物として2番目に鉱物のアイテムとなっております。各種分かれておりますので、ご活用いただくというところになります。こちらのプラント Z の種、これが抗原生物の最大の鉱物になっておりまして、このように各所ですね、プラント Z という植物が埋まっております。これですね、離れているとこのように閉じている状態なんですね。近くに寄るとこのように触手を伸ばします。明かりがついてます。これの効果に関してはですね、先ほどのチャージライトと一緒でネームレスから守られているということになります。詳しくは後ほどご紹介しますね。これですね、サバイバーで近くにいますと結構かかるんですけど、プラント Z の種を出してくれます。これを菜園台で植えると、このプラント Z をお家に置くこともできます。これは外敵から守られるもの、主にネームですから守られるものになりますので、中層とかにですね、建築をする場合は結構必要だったりします。このように種を出します。これはサバイバーが近くにいないと出さないので、ずっといないといけないです。一人でもいれば大丈夫です。60秒ごとに出します。ただし、途中で離れてしまうとリセットされますのでご注意ください。もう一つ、植えた方は無理なんですが、野生のこのプラント Z に関しては、サバイバーや生物のダメージを回復させるという能力もあります。これに関しては非翼層だけではないので、ロックドレイクとかですね、卵取りに行ったりとかした場合に、ロックドレイクダメージ食らってる、カニダメージ食らってるとかの回復で近くで回復させるっていうこともできます。ついでにこの種を集める。主に抗原生物のテーマに使いますんで、いっぱい使うということになります。中層来ますとですね、このように青い水晶みたいなのあるんですけど、これピケで叩くと青い宝石が取れます。ちなみにこういう紫のやつも青い宝石が取れます。あともう一つ中層に関してはですね、このように岩があるんですけど、ちょっと明るくて分かりづらいんですが、ちょっと光ってる岩があります。
これ全部ですね、鉄です。なので、アベレーションですね、びっくりするぐらい鉄が取れます。ここら中に鉄が転がっている状態。ピッケルだけでもこのように取れますんで、かなりの鉄が採取できるということになります。この辺も一緒ですからね。丸いのも、このちっこいのもですね、全部鉄になってますんで、かなりの鉄が取れます。中層のこの辺の石全部鉄が取れます。全マップ1鉄が集めやすいマップにはなってます。続いて仮想に行きますとこのように赤いジェムがありまして、これ拾っていただくと赤い宝石が取れます。続いて仮想に関してはですね、このように白い植物というのか球体みたいなものがあります。これを買っていただくと有機ポリマーが取れます。釜でですね、いっぱい生えているところはあるんですけど、そこは置いといてですね、一応手で取ることもできます。釜の方が採取が多い。あとですね、ちょっと資源とは別なんですが、ここですね、エレメンタルの川。これ実はですね、このようにですね、テック装備に関して川に飛び込んでいただきますと、エレメントの補充ができます。もちろん直接補充した方が早いんですけども、補充していけるという部分があります。ただし耐久値は減っていきますんで、一応急遽エレメント切れを起こした場合はそういう緊急手段はあります。常時使っちゃうと耐久力がかなり減ってしまうという面はあるのでご注意いただければと思います。続いてですね、地表に出てきました。地表もですね、このように普通に鉄があったりとかですね、ここにもですね、下層がこの地表にエレメント鉱石があります。採取していただくとエレメント鉱石が取れます。一応夜になれば表に出れればですね、採取はできるので、一緒にですね、このように原油石もあります。ここで原油を獲得することもできます。あと鉄と黒曜石がありますね。地表に関してはですね、リーパーキングが出てきます。オスの方ですね。結構強い生物が出てきてしまいますんで、ある程度防御能力持ってからでないとちょっとしんどいかもしれません。ただそういうこともできます。あと時間の管理しないと焼け死んでしまいます。あと蜂の巣は地面に生えてるんで見つけていただければと思います。もう一つ聞かないとわからないところがですね、樹液なんですけども、この木ですね、樹液の蛇口刺すことができます。ただしプラットフォームとしてはですね、つきません。T プラットフォームつく木ではないです。アベレーションに 3 プラットフォームつく木はありません。なので何が困るかっていうと、位置はあの位置なんですが取ることができません。こうやって回収しないといけないんですけど取れないので困ります。なので基本的には足場ですね、建築してそこに登る足場作らないといけないということになります。結構その時便利なのがこの携帯用縄ばしご。これを足場作ってその上から垂らしていただければ下まで降りますんで、上り下りをそれでするっていうのが一番比較的簡単です。あとはぐるっと回って上までですね、階段伸ばすっていう手段もあります。そこはうまいことですね、建築をしていただいてというところになりますので、携帯用のばしことかしっかり足場を作ってですね、上に来ないと樹液が取れないという、これもちょっとめんどくさいところになってます。続いてですね、生物関係になってくるんですが、まずはアベレーション必須共有として、こちら4種類の光源生物になります。こちらに関してはですね、それぞれ4種類、生息域が違いまして、最初に会うのはバルブドッグになると思うんですが、こちらがそれぞれ特色が違います。こんな感じ。それぞれステータスですね、振れば変わりがない部分にはなりますので、こちらに関して先ほどご案内した通り、拾えるキノコでそれぞれ対応しているものがありますので、こんな感じ。合わせてプラント Z の種はどの生物も一番の好物になってます。アベレーション攻略には光がですね、かなり重要になっています。ここについてですね、ご紹介していきますね。光に関してなんですが、このですね、絵元の中に拍手っていうのがあります。これをすると、肩に乗っている光源生物に関してはですね、このように光をつけたり、あと消したりできます。
つけたり消したりが結構重要になってきますんで、覚えておいていただければと思います。このように仮想に出てくるリーパークイーン、指標に出てくるリーパーキングに関しても光つけますとですね、このようにモヤモヤが出て防御力が落ちます。それまではかなり強固なものになっております。逆にですね、シーカーと呼ばれる生物がいます。この飛んでるやつですね。これは逆に光を発していると寄ってきます。そして強くなります。光を切ると弱くなります。光切って攻撃しないと倒せません。なので、ここに関してはですね、仮想に入った場合、この電気をつけたり消したりっていうのが結構重要になってきます。この光の管理結構大変だったりするんで、ご注意いただければと思います。っていうか、通常は寄ってこないんですが、光出してるとこのように寄ってきます。あと強くなります。続いて変種についてなんですが、このようにですね、通常生物と違いまして光ります。それだけではなくて体力が 4% 原種よりも低くなっておりまして、攻撃力が 6% 高くなっております。攻撃的になっている生物ですね。ここが変種の違いになります。変種に関してなんですが、アベレーション上でのお話にはなるんですが、まずディモフォド、あとアラネオモフスに関してはレアキャラです。めったに湧きません。さらにですね、一応変種のメガラニアもデータとしては存在しているんですが、アベレーション上でスポーンはしません。その上でですね、放射能耐性を持っている生物ですね。これは放射能耐性を持っている生物いるんですが、変種すべてが持っているわけではありません。あと、独自のアベレーション生物に関してもすべてが持っているわけではありません。放射能耐性を持っている生物はこちら。これ以外は放射能耐性を持っていないということになるので、そのまま仮想に降りてしまうとダメージを食らいます。ただし、放射能耐性を持っていないものでもですね、マッシュリウムブリューというアイテムがあります。キノコを使った料理になるんですが、こちらを使っていただきますと、放射能耐性持っていない生物ではですね、120秒間に関しては、放射能耐性を持っていない生物でもですね、放射能空間で耐性を得ることができます。ただし、ここは重ね掛けができないので、一回切れてからでないと次を食べることができません。なので、120秒以内に戻らないとダメージが一旦入ります。すぐ食べればですね、多少のダメージでは済むんですが、それでも一回食らってしまうところにはなりますんで、そこは時間ですね、ご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はアベレーションのご紹介でした。できれば1からアベレーション堪能していただければとは思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。その上でのサバイバルですね、何かのお役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。